こんにちは。今回はブルプロ3月27日アップデート情報についてです。引用元の公式お知らせ URL は概要欄に記載しています。また投稿者の予想や感想なども含めて、皆さんも楽しんでいってください。ぜひともご視聴後にコメントなどでご期待の内容などを教えてくださいね。それでは早速3月アップデートトピックよりご紹介していきます。まず今回ご紹介する内容一覧です。サドンデスバトル EX/SP パーティー3月27日アップデート内容詳細、ガシャ商品、イースター馬車、マンスリーイベント、プレゼントについて、次回予告、こちらがご紹介する内容です。一つずつ順に見ていきます。まずはサドンデスバトルの実装です。ダメージを1以上受けると戦闘不能になるようです。期間限定開催で、専用称号が獲得できます。参加人数は6人固定。クリア条件は制限時間の5分間を生き残ることです。防衛戦と違ってボスを倒してクリアという条件が書かれていないため、周回は時間固定で行う必要がありますね。そして復活は可能回数がある限りできるようです。公式サドンデスのデモ映像では、ダウンもちゃんと確認でき、蘇生もしていました。てっきりダウン状態もなく、復活もできないものと思っていたので、被弾でダウンしても復活できるうちは、少しだけ余裕がありそうです。さすがに被弾してすぐ、ミッション失敗のハードコア仕様ではなかったですね。また説明によれば、敵を倒しきらなくてもクリア可能。ということでいつもと違ってエネミーを倒さなくても良い。もしくは場合によって戦うこと自体を極力避ける。というミッションですね。いつものサプライヤーや、新ギミックのエネミージャマーが配置されており、サプライヤーを使って攻撃を受けないようにしつつ、エネミージャマーを使用して、味方を蘇生することもできるようです。サドンデス特有のギミックといったところでしょうか。エネミージャマーの効果などは後ほど説明します。また、盾のイージスファイターはシールドガードできますが、一撃でシールドのゲージがゼロになってしまいます。とのことでもしかすると、弾のロックボディもこの仕様かもしれません。あとは同じく弾のクラス共有アビリティ。ガッツが発動するかですよね。ガッツが有効活用できるなら装備したいところですね。それと盾のランパートも有効そうですよね。ランパートはエネミーの攻撃でシールドゲージを消費しませんから、パーティープレイでランパートの後ろから、杖や弓が戦うなんてこともできそうです。まあどちらかというと盾が全エネミーのヘイトを取って、おとりとして逃げ回ってくれた方が貢献度高そうです。ランパートを信用した事故が発生しそうなのもあります。サドンデスバトル後半にはエネミー強化装置が出現し、それが破壊困難なようなため、逃げ回る必要があるみたいです。公式で公開されているミッションのデモ動画を見た感じでは、サドンデスバトル、トライアル1について、初期復活可能回数が12回。エネミーを25体倒す時間制限付きチャレンジが発生する、といった情報も確認できましたね。チャレンジが発生するので逃げるだけではダメそうです。映像を見ると、かなりエネミーが同時空きしていて、ただ逃げ回るだけでも攻撃を避けれるのか大変そうで不安です。その他に、プレイヤーへバフを付与できるサプライヤーは、赤色の余ダメージアップと青色の移動速度アップ。エネミージャマーは黄色のサプライヤーみたいな形で、敵に睡眠やスタンといったデバフ効果を付与できます。使用するとエリア全体のエネミーに効果があるようでしたので、あとは効果時間がどれくらいか、再使用が不可能なのかが重要そうですね。開催期間は2024年3月27日から4月24日10時までです。ただし毎週水曜日は開催されません。どうしてでしょうかね。理由はよくわからないです。サドンデスバトル、トライアル1の初回クリア報酬は、称号と着色染料セレクトボックス。サドンデスバトル、トライアル2の初回クリア報酬は、称号と戦乙女コイン40、GC2000、妖精レンゲの蜜2500です。この妖精レンゲの蜜は、マンスリーイベント交換用アイテムです。ここまでがサドンデスについての情報でした。現時点ではどれくらい難しいミッションなのか判断しづらいですね。サドンデスがトライアル1と2があるので、もしかするとトライアル1がカジュアル向けで、トライアル2がやり込み要素的なエンドユーザー向けかもです。そうなると、トライアル1では復活回数が12回でしたが、トライアル2では復活回数が実は上限1で、真のサドンデスバトルがこちらです。みたいなことありそうです。あとはサドンデスバトル特有の装備やスキル構成、クラスごとの立ち回り的なところですかね。
とりあえずサドンデスは、HP がいつもと違って重要でないので、攻撃力やスタミナにステータスを回すなどできそうです。普段は逃げることや回避することがあまりありませんから、そういった新しい斬新なゲーム体験を期待したいですね。また実装されてから、サドンデスについて改めて動画にできればなと思います。次は、EX/SP パーティーについてです。こちらは公式の説明でしっかりと高難易度コンテンツと明記されていました。説明がほとんどなかったのですが、初回クリア時には経験値、ルーナに加えて勲章が獲得できることだけ説明がされていました。今期の EX ラッシュが簡単で、減反の塔が非常に難しかったので、どれくらいの難易度なのか、期待と不安が半々くらいです。これはサドンデスでも同じことが言えそうです。塔はほとんど固定パーティー推奨みたいなところがあったようなので、そういったコンテンツではないことを祈りたいです。バトルがメインだと個人的には安心できますが、皆さんはどれくらい高難度コンテンツを求めているんでしょうかね。実はゲームにおける高難度コンテンツを求めている層って、本当にやり込みたい一部の上位層だけなんかじゃないか、なんて不安もありますがどうでしょうか。育成やテクニックをぶつける、集大成の場所が必要なこともあります。それに値する面白さや報酬なのかも注目ですね。次に、3月27日アップデート内容ということで、通常通りのアップデート紹介です。追加されるミッション一覧がこちらですね。追加調査、上級調査が一つずつです。上級調査は音なき都ですね。追加調査同様なら、エネミーの弱点が非属性だと思われますので、非属性武器が1強の環境へ戻りそうです。おそらく大体の人は60非属性フロート武器を上級、巨頭の遺跡周回で最大強化していると思います。持っていない人は事前に作っておいた方が良さそうですが、もしかすると新たに追加調査の方で、より有用な非属性武器が登場するかもしれません。どちらにしろ属性関連の調整や回収がされるまでは、非属性が最も強いので、非属性武器はアッタに越したことはないと思います。フィールドは、自由探索が2つ追加されます。呪われし皇后は、エバーグリーン砂漠南東エリアにあるカゲロウの谷に位置していましたね。花明かりの森は5章フィールドのラウエハラ岬あたりですかね。闘技場は先ほどご紹介した SP パーティーと、今まで通りの方の EX ラッシュ、3段、方向の鎧が開催されます。EX ラッシュの3段が簡単で、SP パーティーが難しいといった区分けですかね。現状だと EX ラッシュの報酬に特別感がないので、多くの人は3段や SP パーティーを1回ずつクリアして終わりになりそうです。そこは実際にどうなるかはわかりませんね。レイドは氷粒襲来2です。こちらもおそらく非属性弱点なので響き1強です。スコアアタックやタイムアタックもいつも通り開催されます。その他は先にご紹介したサドンデス2つですね。といった感じで、目玉は高難度コンテンツなんでしょうね。やり込んでる層はとりあえず挑戦してみるとは思いますが、カジュアル層や新規の人がどれくらい楽しめるのか、少し不安なアップデートです。サドンデス。トライアル1の方は、思っているよりも簡単で、多くの人が楽しめる難易度だと嬉しいですよね。もしかするとイベント交換用アイテムの入手法に、サドンデスのクリア報酬が盛り込まれることもありそうです。今期の歌姫応援キャンペーンがラッシュバトルメインですからね。そもそもサドンデス自体が難しいという感じも受けますが、果たしてどうなるのか、アップデートまでのお楽しみです。次にガシャのご紹介です。まずは相性から。イースターガシャです。不思議の国のアリス。オマージュですかね。女性タイプにはバニー衣装もあります。性癖に刺さる欲しい人が結構多いそうです。一体が対象だけはやめてほしいところです。男性タイプもマジシャンやサーカスみたいな感じです。男性タイプだけ見ると部位ごとで衣装が分かれていそうです。マウントは、ファスターラビットガシャです。ウサギ大きいとちょっと怖いような気もします。特に目が少し怖いような、ウサギ好きの人いたらすみません。ジェシャネコは企画通すの無理だったんでしょうね。ガシャおまけはこちらです。いつも通り衣装とマウントガシャのおまけから、ジェスチャーを獲得することができます。ウサギの真似を入手するには衣装ガシャ合計70回必要です。マウントガシャの方は10回でダンスが入手できます。またガシャの排出内容に調整が入るようです。各ランクごとの排出確率に変更はないようなので、そこまで大きな調整ではないと思いますが、ガシャを引く際は詳細をご確認する要注意です。
月にマンスリーイベントについてです。マンスリーイベントの専用アイテムは、妖精レンゲの蜜という名前です。今回はバトルイマジンの試作型が交換できます。おそらく前回同様の試作型と同じなら、使用期間に制限がかけられているはずです。召喚ボタン長押しで発動する、憑依という特殊仕様があります。以前のフレアデミドラゴン試作型では、一定時間移動速度アップ大、スタミナ回復速度アップ大、余ダメージアップ中、抜刀時のジャンプ強化効果が付与されます。インターバルが200秒と長かった記憶がありますね。基礎ステータスにもよりますが、使いどころはありそうです。サドンデスで逃げ回るようにも使えるかもです。あとはいつも通り交換用アクセサリなどですね。月にアップデート記念プレゼントです。もうすでに多くの人はゲーム内レターで受け取っているとは思います。一応4月3日の10時まで受け取れます。レシピは1回のみ獲得できるので、重複すると自動的に削除されます。シリアルコードはないので、このプレゼントがその代わりですね。最後に次回予告です。4月中旬に実施予定とのことで、一体何のことなのかわかりませんが、おそらく4月中旬にブルプロ通信やトピック紹介などが実施されるということですかね。どうして歌姫じゃなくアインレインなのかも不思議です。もしかすると何かの伏線なんでしょうか。アインレインも好きなのでたくさん登場させてほしいところです。ちなみに歌姫応援キャンペーンは、今回ご紹介したアップデート前までとなっています。個人的には3人とも好きですが、ララフォルテ推しです。私のチャンネルのコミュニティ機能で、歌姫アンケートしてみても面白そうですね。できそうなら試しにアンケート出しておきます。それでは今回の動画の内容はここまでです。皆さんはアップデートで気になる点などありましたでしょうか？ぜひともコメントで教えてくださいね。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。